今回は世界が仰天、日本にあった世界最古の企業とその強さの秘密についてお話ししていきたいと思います。世界初のですね、株式会社が成立したのはオランダなんですけれども、それはですね、ちょっと別の動画で触れさせていただいたんですが、世界最古の会社が日本にあったということはご存知でしょうか。簡単にですね、ちょっと解説させていただきたいなというふうに思います。最後まで見ていただければですね、日本でなぜ世界最古の企業が生まれたのか、そしてなぜ続くことができたのかっていうのをですね、理解できる内容になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。西暦にして578年、なんとですね、聖徳太子が統治していた飛鳥時代からある企業なんですね。で、この企業、神社建設のプロ、金剛組という企業になります。で、この金剛組はですね、大阪の四天王寺というお寺の建設のために朝鮮半島の当時の先進国だった百済という国から招かれた金剛重光さんという方が創業者をされています。後にですね、大手建設会社の高松建設グループに買収されてしまうんですけれども、現在も神社造りのプロとして宮大工の事業を展開されています。ではですね、なぜそんなにも続くことができたんでしょうか。途中ですね、日本にはなんか戦争とかあったのになという思う方もいらっしゃるかもしれません。だから会社が途中で潰れてしまったらもうおかしくはないよなと思うかもしれません。ではですね、その理由をちょっと私なりの分析も含めて簡単に解説していきたいと思います。一般的にですね、企業にとって大事なものは何でしょうか。現代だとですね、企業に重要なものとして人、物、金、情報のこの4つというふうに言われていますね。で、この4つに絞ってお話していきたいと思います。まずですね、人。これはもちろん大事で、従業員とあと後継ぎなんですね。会社を続けていく上で本当にこれは欠かせないものなんですね。では従業員と後継ぎ、これどうやって確保していったのか、その1400年以上もの間ですね。これすごく重要な問題ですよね。で、実はですね、日本の養子縁組というのが強い力を発揮したというふうに言われています。で、法務省によるとですね、日本では年間あたり約3から5万件の養子縁組が成立されています。で、この多くはですね、成人の方なんですね。だから大人になってから違う家族のところに「お前は俺の息子だよ、娘だよ」って言って行くわけです。で、こういうですね、成人を後継ぎがいない企業がですね、養子として経営者に呼び込むということで存続したというふうに言われています。で、もちろんですね、養子なんで、婿を取るわけですから、あくまでもその一家の名字は変わらず続くわけですよ。だから本当にその例えば金剛さんであれば金剛さんのままずっと続いていくわけです。これはですね、本当にその金剛組だけじゃなくて、他の千年企業と呼ばれるですね、1000年ぐらい続いている企業でも同じことが言えるんですね。例えばその私がその別で話しているその財閥まとめとしてですね、別の動画で詳しくお話している日本の三大財閥である三井と三菱ですね。これも一族が運営しまして、時には優秀な人を外から招いてですね、養子として家族をその存続させてきました。なのですなわちですね、最古の企業、これを支えたのは長きにわたる養子の仕組みだったというのがですね、現代の大方の見方です。これはあくまでもその人に関してなんですけれどもね。で、神社を作るその職人の方々ですから、そういうなんていうんですか、時には秘密の技術なんかもあるわけですよ。でもそれでも別に家族の一員とかであればやっぱり教えやすいですよね。別に他に多分話すこともないだろうなっていうわけだし。じゃあですね、企業にとって大事な2番目、この物はどうしてたのでしょうかっていう話ですね。で、物っていうのはですね、一般的な企業では製品っていうふうに言われるんですけれども、金剛組の場合はそのやっぱり製品は職人さんの腕じゃないかというふうに私は思うんですね。で、神社仏閣っていうのはその古くからあったんですけれども、時にですね、権力者によってバーンって壊されたりとか、無視されちゃう、要はそのお金とかも全然くれなかったりとか、そういう時代もありました。で、さらにですね、台風とかそういう災害も日本多いです。で、そういうの多かったんですけれども、やっぱりそのお寺とか神社なので信仰されるさまざまな方の協力を得て何回も復活しています。じゃあそういう大変な時ですね、どのように再建できたんでしょうか。そういう寺社仏閣、そこはですね、やっぱりその先ほど言ってたその人と関連するんですけれども、養子縁組で教えられてきたこの秘伝の技術ですよね。
それによって再建したというふうに考えられます。もちろんその彼らが技術的な技術をこうどんどん更新していったっていうこともあるとは思うんですけどね。でさらにですね戦後第二次世界大戦後はですね株式会社になりまして、株式会社金剛組というのが設立されますと、そういう自社仏閣だけではなくてですね一般建築というのも手掛けられるようになります。でその自社仏閣の建設に鉄筋コンクリート工法っていうですね当時その画期的だった方法を導入しまして、もう時代に先駆けて新しい技術をどんどん生み出していってます。だから技術という意味ではそういう強みがありますよね。じゃあ3番目、このですね金っていうのはどうやって確保してたんでしょうか。実はですねこれ当初からの大口のお客さんであった四天王寺っていうのが基本的にはもうずっと常に仕事を回してくれてたそうなんですよ。じゃあ全然余裕じゃんと思うじゃないですか。ただですねこれ明治時代にちょっと状況が変わっちゃうんですね。で明治時代の1868年神社分離令っていうのが出されます。これで四天王寺のその神社部分が切り離されちゃうと、その神社部分とお仕事をしてたのでですね、その四天王寺の改修であったり建設っていうのはお仕事として入ってこなくなっちゃうんですね、金剛組に。なのでですねこの神社分離令の後は四天王寺以外のお寺にも進出しなくちゃならなくなりました。ただですね当時の社長、金剛組の社長は営業とかについて全く苦手だったようで、明治大正昭和とどんどん経営が危うくなっていきます。でそんな時にですね1934年室戸台風というのが起きます。これがですね四天王寺のその五重塔があったんですけど、それがこう倒れちゃって金剛組に再建命令が出ます。でそのおかげでちょっと復活していきます。でその1934年からずわーって経ってって第二次世界大戦中もですね軍事関係の仕事があったりとかしてなんとかこうしのぐことができるんですね。で戦後には先ほどそのお話ししてたみたいな株式会社になりまして、で新しい技術であるその鉄筋コンクリートを導入していきましたと。で一般建設分野にも進出されていくことで契約にはおそらく困ることはなかったのかなというふうに思います。じゃあですね最後の4つ目、この情報っていうのは何なのかっていう話です。で情報っていうのはですね目に見えない、ノウハウとか企業文化とか、あとブランドイメージというふうにされます。じゃあその金剛組の、ノウハウとか企業文化っていうのはどういうもんだったのかっていう話です。でこれはですねやっぱりその聖徳太子のお寺であり、日本で最初に国から命じられて作ったお寺、この四天王寺をですね作った企業としておそらくそういう自社建築の業界ではですねもうナンバーワンの知名度実績ってあったのかなというふうには思ってます。今もですね私三井物産で働いてますとか言えばですねなんかすごそうだなって思うんですけど、分かりやすくそういう感じです。でしかもそれだけではなくて伝統をですねそのままわーって受け継ぐんじゃなくて新しい技術をこう導入したり、あと後継ぎを養子縁組によって確保したことによって次世代に会社をつないでいったっていう、そういう企業文化ですよね。伝統プラス革新みたいな、それも大きく貢献してると思います。でですねこれ忘れちゃいけないのが1000年以上にわたるそのノウハウの蓄積ですよね。やっぱりその神社仏閣っていうのは何て言うんですかね、その何十年どころの単位じゃないんですよ。何百年と続く建物でないといけないということが求められるわけですよね。でそうすると何百年も続かせようとするとですね建設した後の保守管理まで求められるわけです。メンテナンスみたいな部分ですよね。だからその建てるまでのノウハウで、あと建てた後にどうやって維持管理していくかっていうノウハウ、これをしっかり持っていた金剛組というのはやはり強かったのかなというふうには思いますよね。で今挙げたみたいな人物金情報というこの4つを兼ね備えていたからこそ、1400年以上もですね長くの間金剛組は続くことができたのかなというふうには思います。ちょっとですね、分かりやすくこうお話してきたんですけれども、是非ご意見とかご要望あればコメント欄にお書きいただければと思います。もちろんいいねっていうのもお待ちしております。今回もですねこちらの動画ご覧いただきましてですね誠にありがとうございました。今後もですね、こういう歴史上の謎であったり面白いなっていうようなものであったり、あと偉人とかですねそういったものもどんどん取り上げていきたいと思いますので、是非楽しみにしていただければというふうに思います。それではですねまた歴史の世界でお会いすることにいたしましょう。ありがとうございました。